これがうちの自慢のオガタンロケットストーブです。調子よく燃えてますね。熱くはない、暖かいんですけども熱くはないです。触っても全然問題ないです。このストーブで一番温度が上がるところはここですね。ここはやっぱりちょっともうちょっとすると触れなくなるぐらい熱くなりますね。でこのオガタンロケットストーブで、だいたいうちの部屋が、全然片付いてないですけども、このリビングが16畳ぐらいで、こっちのキッチンが3畳ちょっとですね。で、このリビングの続きで洋間が4畳ぐらいで、こっちも続きで和室、縁側が2畳ぐらいありますので8畳ぐらいですかね、広さとしたら8畳、4畳16畳、3畳ちょっと31畳ぐらいですね。これをこのオガタンロケットストーブで室温を維持してます。うるさいな。でいつもこのガスストーブ、最初はですねガスストーブ30分ぐらいつけて、温度を部屋の全体の温度を上げて、その温度をこのオガタンロケットストーブで維持しているっていう状態ですね。でこのオガタンロケットストーブのいいところは空気口を絞ることによって、燃焼時間がだいたい6時間、完全に閉めちゃえばもう24時間火がついたままです。でだいたい1日に使うオガタンの量っていうのが、換算すればいくらなのかな。月にですね、1日では出したことないのかな。月に燃料代としては5000円ぐらいですね。であと最初にガスストーブをつけるので、そのガスの消費とあとオガタンの消費で、それほどこの広い部屋を温めるのにはそんなにお金かかってないですね。でこのガスストーブを使わない時があります。それはこのテーブルの横にいつもこのバーベキューのコンロを置いてるんです。でここに備長炭をたっぷり使って、遠火の強火という状態で料理します。で家の中でできるっていうのはなぜかといえば煙が出ないからなんですね。オガ備長炭っていうのは本格的な備長炭は高いですし、あと火入れに時間がかかって、なおかつものによっては破裂してバーッと火の粉が飛ぶんですね。でこのオガタンっていうのはそういうことは一切ないです。火付きが良くて、で破裂もしないと。で強火の遠火っていうことを守れば、食材が芯から焼けて煙が出ることがないです。だからうちではいつも頻繁に家の中でバーベキューしてます。焼き鳥もうまく使えば煙を出さずに焼き上げることができます。で最初はこの家の中でバーベキューをオガタンを使ってやってたんですけども、ロケットストーブっていうのは以前から知ってたんですけども、その薪ストーブとロケットストーブを組み合わせて、それにその燃料としてオガタンを使うっていうのをやってみたくてしてみたんですね。そしたらこれが意外と
部屋の温度を維持するのにはもってこいだということに気がつきました。それでは続けてこのオガタンロケットストーブの組み立ての方を案内したいと思います。それではオガ備長炭ロケットストーブの構成パーツの案内をします。まずこれは、株式会社本間製作所さんから出ている AF60 という薪ストーブです。うちではホームセンターで買いました。でこれには煙突は付属しません。で最初のものはこの扉のところですね。これに窓がない分、これが標準でした。でこの状態だと中の火の様子が見えないということで、ネットでこのオプションのガラス窓付きのものに交換しました。あと、T 型の煙突、それと、エビ曲がり型の煙突、それとこれは直管の煙突ですね。いずれもパイが106ミリ、10.6 センチですね。あとこれが、耐火レンガの半割れ、これを2つ使います。で燃料が、この大黒オガ備長炭って書いてますけども、こういうものですね。これはよく焼き鳥屋さんとかで使われていると思いますね。これが以上が構成パーツになります。まず最初にこの T 型の煙突、これのですね、長い方をつなぎ合わせます。でこの蓋がついてますので、これを一つの方を取って上にかぶせます。この状態でこの薪ストーブの中に入ります。それでは、組み立てていきたいと思います。この薪ストーブが乗っているこの台なんですけども、これは、木ではないです。耐火レンガをホームセンターに見に行った時に、同じ並びに、木ではない、材料は木ではないものでよく分かりません、けどもコンクリートかそんな感じもします。木目調の、パネル状のなんていうんですか、石みたいなやつですね。でこれをストーブの下に引いています。各段熱くはならないのでフローリングの上でも大丈夫だったんですけども、念のために台として使います。それでは、組み合わせていきます。それでは、オガタンロケットストーブを組み立てていきます。まずこの蓋を外します。これも外していきます。でこの中なんですけど、ここで直接炭とかを焼くと灰の処理に非常に困ります。ですので、この耐火シート、これを先に引いておきます。で次にこのさっきつなげたこれですね、これの炊き口がここになりますので、これを炊き口の方に、扉の方にして、でこっちの排煙の煙突なんです。これは中心には来ません。中心に置いちゃうとここで炭を入れて作業するときに非常にここが狭いので、
わざとこうずらしてます。でこれがこのままですと、これが倒れちゃうので、この耐火レンガ、耐火レンガで挟み込むように固定してます。で蓋をします。で次にこのエビ曲がりの煙突、この背面の排気口に装着します。で続けてこの直管の煙突を差し込みます。これで完成ですね。それでは、オガタンを、の火入れですね、火入れの仕方に移ります。これは取り出すときに、こう取り出すときに灰がこの中に、燃えた後の灰がいっぱい入ってます。その時これを取り出すときにこの下に落ちます。であとこのシートを、引っ張り出して、で袋に入れてゴミに出してます。でそうすることによってこの中の薪ストーブの中に灰がたまらなくなります。でこのロケットストーブ、オガタンをこの中で燃焼させます。でその時に大事なのが、炭の組み方ですね。それは、この中でこういうふうに2段組にしてます。でこの時にその空気が中を通らないと、火のつきが弱くなるので、空気の通り道をこことここに、作ってます。でこれによってどんどん燃焼が良くなります。でこういうふうにして中で組んでます、炭は。でこれをこういう中で煙突を固定して、で最初の炭ですね、ちょっと長めのやつ、これをこっちから入れてもいいんですけど、ちょっとここから顔を出すぐらい、これぐらいですね。これでここに空気の通り道がそこになるようにしてます。でここに2段組作ります。で、続いてこっちの滝口の方ですね。滝口の方から同じようにもう空気の通り道をちゃんと確保して、でこれでこのまま奥の方に押していきます。当たるとこまでですね。先ほど入れたものに当たるとこまで。するとこの一番端からちょっと奥目に入りますね。こうすることによって、ここから火をつけやすくなります。で灰になった時もここからこぼれにくいですね。
これは火を入れる前の状態です。続いて火入れします。これはカセットボンベバーナーですね、ガスバーナー。これで直接オガタンを炙っていきます。で、一番火をつけるのはこの3つの炭の真ん中の空気の通り道のとこですね。ここを中心に結構長い時間、しっかり赤くなるまで炙っていきます。この中心が輝くように、明るくなってきたら、火がついてきたということになります。十分に火付けをしてから扉を閉めていきます。だいぶ明るくなってきました。できればこの3本も入り口の方はしっかり赤くなるまで炙っておく方がいいです。
毎回火入れはこのように結構時間を使ってしっかり燃やしてます。なぜ小川備長炭を使うかといえば、この火入れの時に普通の備長炭であったりバーベキューの炭であったりとかっていうのは破裂するんですね。パーンといって火の粉も散ります。でこの小川備長炭っていうのはそれが一切なくて、それと本格的な備長炭に比べて火付きが早いです。で備長炭として作る時にしっかり熱が入っているので、煙が出ないんですね。あと匂いもほとんどしません。こんなもんでいいですかね。しっかり火がついたと思います。であとはこれしっかり閉めずにちょっと隙間がある状態で閉めます。最初は火付きが問題になるので、この窓から様子を見ながらになります。これを締め切った時はこっちでこの空気穴で調整します。空気の量ですね。でこれを締めれば締めるほど火は弱くはなるんですけども長持ちします。これでちょっとしばらく火付きの状態をチェックしていきます。火をつけた、火をつけている時でもいいんですけども、こちらの方の蓋はしておく方がいいです。空気の流れ、暖気の流れをしっかり作るために蓋をしておきます。すると中でしっかり空気が、動いてですね、この排気口から暖気が出てきます。でうちの場合は、ここに一応ペットがたくさんいているので、これは100均で買ってきて、組み立てたんですけど、こういうカバーをしてます。で今ここから暖気が上がってくるんですけど、上がってきてます。でこの煙突っていうのは常に触れるぐらいの厚さです。熱くないので、この網のコーティングが溶けるとかいうことはないです。ここを扉の方を全開にして火の勢いを強くした場合はひょっとしたらここ触れなくなるぐらいになるかもしれません。でもうちではそういうふうな使い方をしていません。あくまでも部屋の温度をキープするぐらいの火力ですね。それを調節してます。ママ。でですね、今日は室内でバーベキューしてます。で、ここ、小型燃えてます。で、ここも小型燃えてますが、この間は小型スペース、肉を置くスペースは小型がないです。で、この状態で焼くとですね、そんなに油落ちないんですけど、このやり方だと油が落ちた時も煙にならないことですね。でこの小川備長炭とこの小川備長炭の間でこれタンちょっと焼いてます。これはベーコンですね。ジューって今言いましたけど、そんな煙出ません。で念のために換気扇はずっと回してます。で、今日はこのガスストーブは最初使ってません。
このバーベキューと、このオガタンロケットストーブ、この2つで、室温がですね、外は多分もう5、6度だと思います。12月14日、19. 何度 19.8 度ですね。晩の7時15分です。こんな感じです。